はい、お羊座の皆さん、こんばんは。アストカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。今、私、サウサリートっていうね、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジをちょっと越えたところにある小さな町に来ています。こちらから今日はお届けしたいと思います。そして、ちょっとカメラをですね、実は充電器を前のホテルに忘れてきてしまったようで、ないので、今パソコンで撮ってるので、ちょっと画角がいつもと違って、カードが見えないんですけど、後で画像を載せますので、よろしくお願いします。いきますね。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。お願いします。うん。ソード10逆。うん。カップの9。カップ6逆。タワー逆。うん。吊るし人逆ですね。ペンタクス8の逆。そして、ソードクイーンですね。気をつけることや対策は、うん。4王の逆と、カップの4の逆と、オラクルは、うわー、やった。ストレングスです。一番好きなカードです、私はこれが。はい、ちょっと解説していきます。まず星の話なんですけれども、この時期、7月の22日以降っていうのは、お羊座の皆さんは、喜びを体験しましょうみたいなね、時になります。で、それまでっていうのは、自分を調整していく、深い自分の、感情だったりとか、あり方にアクセスして、落ち着いて、自分の価値っていうものをしっかりと確認して、じゃあ出ましょうみたいな、7月22日以降ね、じゃあ行きましょう、じゃあやりましょう、企画しましょう、表現しましょう、表に出ましょうみたいな流れになっています。で、まあ、7月の22日までの間も、決してエネルギーって低いわけではなくて、こう、ちょっとスタート前の呼吸を整えている時みたいな感じですかね。このスタート台に立っているけれども、心を整えている、息を整えて、きちんと、なんていうの、意思を確認していきましょう、みたいな感じです。うん、で、7月21日がちょうど満月で、またこの時7月21日から火星というね、バイタリティも双子座に入ってくるので、とってもお羊座の皆さんは移動が多くなったり、こう勢いが増したり、頭の回転が速くなったりとかね、やることが速くなったり、実際に自分が動く、その移動も、あの、起こりやすかったりするんですけど、要するになんか流れが速いんですよね。何かの流れが速い。なので、あ、それが始まるんだなっていう感じです。あの、ちょっとそれを踏まえた上でちょっとカードを見ていくんですけども、まずちょっと最初にね、やっぱこれがバーンってオラクルに出るってことは、その自分の中にある本当の力っていうものを絶対に信じてくださいねって言われてるような気がします。これは、まあ、特に7月22日以降、表に出るよ、行くよ、みたいな感じなんですけども、それって、なんかどっかから何かを取ってきて準備していくっていうんじゃなくて、もともと自分の中にある力なんですね。自分の素材なんです。エッセンスを使ってやっていくよって。それは自分で自分らしさとか自分の良さっていうものを認めない限り、それは発掘できないので、その自分にものすごく価値がある、自分に力があるよということを絶対に忘れないでねっていう感じがしました。で、特に7月21日からその動きが早くなりますねっていうのは、そこまでっていうのは、どれだけ自分の価値を発掘できますかっていうところにエネルギーが注いでいるわけですね、ある意味。なので、これは現実的なことだけでいくと、どれだけじゃあお金を稼いでいるかとか、自分が何をやったか、何を学んだか、何を得たかっていうところに意識が行きがちですけども、本当は深い自分の価値っていうものを、どれだけ自分が惚れましたかみたいな。掘って発掘できましたかっていうところに焦点が当たってるわけですね。そこでこれが自分らしさだとか、これは自分のいいところだっていうのが分かった人ほど、22日以降の表に出ていきやすくなりますので、まあ、それが一つの流れなんですね。で、カードで見たときに入り口がソードの10の逆なので、なんかここまで本当にお疲れ様でしたっていう感じで、6月も結構ね、すごい華やかで良かったと思うし、前半も良かったと思うんですけど、やっぱり
限界を超えるというか、自分では初めての体験だったり、自分では大変だったっていうのがあって、なんかちょっと、やっと峠を越して夜明けが来るな、みたいな、そんな感覚なのかもしれません。ちょうどね、7月の前半で何かが一つ区切りがついたっていう方もいらっしゃるかもしれないし、ここでやっぱりタワーが出てたりとか、ソードの銃が出てるっていうことは、よっぽど何か本当にやりきったんだなっていう感じがします。で、もしね、ご自身がこれまでやってきたことで、やりきりましたっていう方は、もう本当におめでとうございますだし、自分ではそんなつもりはなかったんだけど、事態が急に変わったよっていう、こう状況が変わったりとか、環境が変わったよっていう方は、本当にそれは宇宙の恩恵だと思います。その変化の中で何に気づいてますかって、なぜそれが起こったと思いますかっていうことで、宇宙が本当の自分の価値に気づくように、もうあの手この手でいろいろ教えてくれてるっていう感じだと思うので、安心しておいてくださいね。なぜそう言えるかっていうと、やっぱり基本的にはカップの9っていうね、こう喜びの中にいるんだよっていうことなんです。これは想定外の喜び。自分が期待していたものがそのまま入るわけじゃなくて、それ以上の喜び、もしくは全然違うんだけど、ものすごく感情的に満たされるよっていうことがあるよっていうことなんですね。で、たまたまこのデッキのこのカップの9っていうのは、とってもなんか魅力的な女性が優雅に立っているっていう感じなんですけど、ちょうどこの7月22日以降って、お羊座の皆さんはね、自分をもっと楽しんでねとか、人生に喜びを入れてねっていうね、こう、なんていうかな、こう、玉手箱を開きましょうみたいな感じの時なので、それってすごい、喜びが待ってるよって感じがしたんです。ただ、その喜びを感じる前に何かを変えなきゃいけないわけですね。今までの自分の思考のまま急に都合のいいことが入ってくるわけじゃなくて、何かに気づかなきゃいけないからこそ、今、タワー逆で、何を壊しますか？古い自分を壊しませんか？ここでもうやめませんかみたいな、そんな問い合わせもあり、さらにその次に出てきているのが、この吊るし人っていうことで、このデッキの私、吊るし人すごい好きなんですよね。これって、これ一応逆位置ですけれども、ものすごく豊かな、これすごく対照的ですよね。こっちは普通に枯れだけだけど、こっちはたくさんの実がなっている木がいるっていう。それって物事を反対に見ることで、全く違う、見方ができて、今まで気づかなかった恩恵に気づくよねっていうことなので、もしかしたらその星ではね、7月22日以降動き出すね、21日以降動き出すねっていうのがあるけど、ちょっとお羊座の皆さん動きづらいっていうのがあるかもしれません。体感的に。でも、それは、ちょうどそうやって生まれ変わったりとか、何か古い自分をやめようねっていうことで、新しいピュアな自分で過ごしていくっていう時の慣れてる一歩ですから、そこは焦らないでください。そして大事なのは、その早く動くとか、何かたくさんのことを成し遂げるのではなく、自分が常になんか目覚めた意識でっていうか、新しい視点で物事を見れてるかどうかっていうことの方がすごく大事みたいです。で、その次が、ペンタクスの8の逆なんですけども、コツコツとその状況に慣れていきますよと、コツコツと、自分が、馴染みのある状況になるまで慣らしていきますよというふうに言われています。うん。そして、その次、ソードのクイーンということで、すごく聡明に、やってるんですね。物事をこなしていってるんですね。対処していってるのは、処理していってます。なので、どれを見ても、そんなにね、カードで見ると、そんなにすごい動いてるって感じではないんですね。ということは、おそらく、星見月に7月22日以降、喜びみたいなのがあるけど、現状はそんなに変わらない状況の中で、自分の意識が古い、自分をやめて新しくなっていこう、もっと自分を認めていこう、もっと楽しんでいこうっていう意識になったときに、その意識で今までの現実を一つ一つなぞっていくっていうのかな、一つ一つ収めていくみたいなことがあるんだと思います。そして新しい方向性っていうものがこの後半に見えると思うんですね。これは7月22日以降に見えてくると思います。自分がどのように生きていきたいかとか、どのような生活をしていきたいかっていうのを、現実のをただ処理していくっていうような感じではなくて、自分の意識が目覚めて、自分の生活を作っていく、人生を作っていくってなった時に、どんな風に自分を喜ばせて生きていくかっていうことを、ゆっくりと作っていく。それが見えてくるっていうのが、一番この7月後半のテーマだなと思いました。で、対策のところが鳳凰とカップのようなので、これもやっぱりね、もうまだまだじっ
くり、じっくり考えたいんだって感じがします。そんなすぐに、これみたいな感じで決めなくて、ゆっくり考えていく、じっくり考えていくみたいな感じ。おそらく何か一つやってみたいなっていうことがあったときに、それに対する、妨害だったりとか、心配事っていうものがあって、それをクリアにしてからじゃないと次に行けないみたいな思いがあるのかもしれませんね。でもね、あんまりね、この時期はシリアスにならないでくださいね。新しい喜びを感じられるように、うちは応援してくれてるので、ね、自分の中にその力はあるんだよっていうふうに言われているのでね、それをぜひ感じてみてください。うん、全体的にはこんな感じです。ちょっとお仕事の方で見てますね。うん、ソードの5、ワールド、カップ8ということで、やっぱりあれですね、お仕事は基本的にはうまくいきます。今までやってきた世界をそのまま維持していけるし、完成させていけるっていう感じがあります。ただ、その同じことをやって完成というのではなく、何か一つ何かを手放して、何か新しいものを取りに行くっていう感じがあります。そのに対して若干のなんか罪悪感のようなものとか、感じてるのかなと思いますけど、でもこれすごくいいことで、今ね、一番私が感じるのは、お羊座の皆さんは本当の喜びだったり楽しみっていうものを自分に許可しなければいけないんですね。で、そのためには、今まで当たり前だと思っていたその自分の役割とか、そういったもの、自分が何か楽しいことをするとか、何かを取り入れる、自分に許可をするっていうのも、自分に喜びを許可するってなったら、誰かに迷惑をかけるんじゃないかと思っているけれども、そんなことないんだよ、みたいなね、本当の自分の喜びに向かっていってねっていうのがあり、仕事や世界っていうのはちゃんと守られてるよっていう感じがしました。うん。やり方変えていくのかもしれませんね、少しね。ちょっと人間関係でね、ってみますね。うん。ペンタクルスの2と、ペンタクルス、エースと、ペンタクルスのクイーンということで、なんかすごく全部ペンタクルスでしたね。人間関係でこういうカードが出るっていうことは、よっぽど何か確かな関係性っていうものを、温めていけるんだなって感じがしました。うまくね、バランス取りながらやっていきます。自分が今思ってる人、例えばこれは恋愛でもそうだし、ビジネスパートナーでもそうだし、友達との関係や同僚とか、どんな関係でもいいです。人間関係で見たのでね。それはうまくやっていきますよと。で、さらにその中から、新しい価値っていうものを見出すことができますよっていうふうに言われてます。で、それを温めていける。で、この温めていく段階では、自分の英知、自分の考えっていうものをちゃんとそこにプラスしながらやっていくって感じです。なんか言いなりになるとか、相手の言うことを鵜呑みにするとかではなくて、自分の、やりたいこと、大事にしたいことをちゃんと伝えながら、関係性をうまく築いていくことができるよっていうことで、なんかこの時期ね、やっぱり干してみても、喜びとか企画とか自分を出していくっていう時なので、その自分を出すことによって、確かな関係性っていうものがなんかできてくるのかなって感じがしますね。ポイントは自分を出すっていうことですね。合わせるとか、空気読むとかいうだけじゃなくて、自分の考えをちゃんと言うっていうことですね。うん。で、動きはスローです。あんまり変わってないように思うかもしれないけど、内側ではすごく大事なことが起こっている。喜びを許可しよう。自分の人生を豊かにしよう。それができるっていうような感じです。はい。ということで、今回ここまでにしておきたいと思います。また次回ね、7月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思うんです。また3ヶ月分のやつも撮りたいなと思いながら、ちょっとまだ撮れてないんですが、日本に帰ってから撮りたいと思います。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。